けましてヤッホー、トレジャー G さんだよ。詩人でダンサーだよ。オリラジの藤森慎吾ちゃんと同じくね、信州の諏訪で生まれ育った生粋の諏訪星人だよ。本日のトレジャーは伸びして心地の良い方へ、昨日元旦に引き続き2つ目のポイントいこうと思います。これ、命の立場。命の立場。命の立場。母親としてはとか、お姉さんとしてはとか、娘としてはとか、ね、先生としてはとか、いろんな立場がありますよね。その立場、あんまり一つの立場にこだわっちゃうと、こわばって焦げついてこじれちゃうっていうかね、そういうことはある。どの立場が一番大事かって言ったら、それはいろいろあると思う、人にとってね。だから一番を挙げなくてもいいと思いますよ。命としてはやっぱ命の立場は忘れてもらいたくないわけですよ。思い出してね、時々頭でいろいろ考えて、頭で体をコントロールしてると頭の奴隷になっちゃうんだよ、体が。だから思い出してねって命が言っているんじゃないかな。命の立場で、命の立場って何かって言ったら、そもそも命って何かって言ったら、命の特徴をお話ししますと、命はね、いつでもね、もっと心地の良い方に流れて動いて育っている。もう一度言いますね。命はね、もっと心地の良い方に、特に動物の命はね、もっと心地の良い方に動いて育って流れている。命である限りは、これあらゆる命の共通点なんですね。もっと心地の良い方へ、命は心地の良い方へ、いつでも心地の良い方へ向かって精一杯命は動いていこうとしているね。ここポイントね。命はね、求めてるんだよ。だから心地よい方をあらゆる人が、世界中の人が求めてるでしょ。何を求めてるかって言ったら、幸せ、ハッピー、健やか、ヘルシー、豊かな、ウェルシー、この3つ世界中の方は求めてるわけですよね。もう一度言うと、幸せで健やかで豊か。これね、一言で言ったら、日本語で言うとまさに晴れやかってことなんですよね。晴れやかっていう言葉、なるほど、豊か、幸せ、健やか、全部含まれるわ。まるっと含まれるわ。そしてどっかが、特に首肩がつっかえて、体、命がどっか、命のこう流れ、命の道みたいな感じ、命の道がどっかつっかえてしまうと、命は心地よい方が分からなくなっちゃう。どう？首肩コリコリ抱えてる人たちってね、食べても美味しくないだよ。どんなごちそう並べてられてもね、どんなごちそう目の前に並べられても、首肩つっかえてりゃうまくねえらってわしのばあちゃん言ってた。ね、首肩つっかえてりゃ本当、見るもの聞くもの、なんか楽しくない、面白くないって感じになっちゃうんですね。感覚だから。感覚って、わしらの感覚ってね、この首、頭蓋骨、命のしなやかさゆえの感覚だから。だからあっちこっちつっかえてくると、心地よいって感覚、面白いって感覚、楽しく嬉しいって感覚が薄れていってしまう。伸びを知ってつっかえがどんどん外れていくのだから、嬉しく楽しく面白おかしく、命はとっても心地よくって、そっちの方向に向かっていけるんだよ。誰だってそれ求めてんだよ。誰だってね、ウェルシー、ヘルシー、ハッピー、その内実はどういうのがウェルシーなのか、どういうのがヘルシーでウェルシーでハッピーなのか、どういうのが晴れやかなのかって言ったら、こういうことだよ。胸は嬉しく楽しく、頭は面白おかしく工夫ができてね、そして命は心地よいでしょ。命はいつでもね、人の命は特にね、面白いを含んだりするからね。命はいつでも心地よい、楽しい、嬉しい、面白おかしい方に向かって流れていこうとしている。それを阻止する、つっかえさせてしまうのは何かって言ったら、知らない間にこう溜まってしまうこれしこれなんですよね。ほんと、首肩がつっかえてるだけでも、今ね、見られてる方、これ視聴されている方々ね、さっきからコリコリ試してみるでしょ。コリコキ、あ、こっちか、これは心地よいのかね。
心地よい方に向かって心地よい方に向かって伸びをしてるんだったら、いくらコキコキ音がしても大丈夫。痛いことやめてね。痛いことだけはやめてね。ね。気持ちいい、気持ちが7割以上、8割、9割気持ちいい、ちょっとだけ痛いくらいだったら大丈夫。やっぱりその1割もない方がいい。例えば私今こうしてると心地いいな。ここにちょっとコリが溜まったみたいね。これ話してる間に。だってさ、いろんな方に向かってこうやってね、いろんな人の心を思いながらお話しするってことになると、やっぱりちょっとこの辺緊張しちゃったりするんじゃないかな。だからこうするとやっぱり気持ちいいわ。でそういうこうすると心地いい、こうすると心地いいはだんだん心地よい方に向かって動く癖がつくんですね。伸びをしてるといつでもどこでもね、さりげなくっていうのも含めてね、ってちょっとオーバーアクションしながらここ伸ばす。さようならって手を振るとき、わしなんかこれだもん。車見送るときこれだから、なんか別れを惜しんでくれてるんだなって相手は思うよ。なんかその気持ちはもちろんありつつ、思いっきりこうやって手を振っちゃってるもん、やっぱり。そうやって伸びをいつもする癖を、いつでもどこでも誰とでも伸びをしてる癖をつけていると、もっと心地の良い方に向かって発想する、考える、動く、感じる癖がつくんです。癖になっちゃうんです。生活習慣なんです。この伸びをしまくるっていうのは生活習慣なのね。癖にしちゃうの。癖にしちゃったらね、人は頭でこうしなきゃいけない、こうしなくちゃいけないって考えちゃったりだとかね、人前ではこう礼儀正しくあまり表情を出してはならない、クールダウンみたいにこう考えてしまったりだとか、ついついしたくもないことを頑張ってしちゃったりして体をつっかえさせたりしてしまうんですよ。人はね、人だけは。他の動物はそんなことはしない。人だけなんだ。だからその人であるゆえについつい伸びをすることさえ忘れて、なんかどんどん悪循環みたいになっちゃう人もいると思うんだね。ここまでお話しして、それ俺身に覚えあるわみたいな人もいたと思うんですね。伸びね、今年1年前の年よりもっとめでたく晴れやかに暮らしていいと思うんだね。そのためにはこんな簡単なこと、そんな簡単なこと言われなくたって分かってる。それは言われなくても分かってますよ。言われなくても分かってるぐらい命はよく知ってることを改めて取り戻していこうっていうのがこのチャンネルで発信していくことなんだな。これもうずっと私は続けてきた。で続けてる人たちが結構いるの。世界中でもう10年以上毎朝目が覚めたら30分ぐらい伸びし続けてる人とかいるの。これ試してみて。30分間伸びを続けたら何が起こるか試してみて。でせっかくお正月時間がたっぷり取れるって方、動画見ながらでいいから3時間ずっと伸びをしてみてね。もうわかるよね。このわしの動画ってこのもうそろそろ見飽きてるこの顔をずっと見てもらわなくてもいいですからね。目つぶって伸びをしながら聞いてもらったらもうその方がわしは嬉しいから、そう言いながらこの話してるわしの方もこういう感じだ。ポイント3つ目。